皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストへようこそ。今日も日本語の勉強、本当にお疲れ様です。このポッドキャストでは、頑張りすぎない日本語を大切にしています。わからないところがあっても大丈夫です。リラックスして聞こえた日本語を楽しんでくださいね。さて、今日のテーマは、日本に来た多くの人が驚くことの一つ、日本の時間を守る文化についてです。皆さんは日本の電車やバスを利用したことがありますか？日本の公共交通機関の正確さは世界でもトップクラスだと言われています。面白いのが、電車がたった1分か2分遅れただけでも、車内に丁寧な謝罪アナウンスが流れることです。電車が遅れまして、誠に申し訳ございません。という声が聞こえてくると、初めて日本に来た方は、え、たった1分で謝るのと驚くかもしれません。でも、多くの日本人にとって、このたった1分はとても重いんです。次の乗り換えに間に合わないかもしれない。あるいは大事な会議に1分遅れてしまうかもしれない。そんな相手の状況を想像して、鉄道会社は必死に時間を守ろうとします。この時間を守るという姿勢は、単なるルールではなく、日本における信頼の土台になっているんだよね。実は私、学生の頃、飲食店でバイトしていた時期がありました。その時に日本の時間に対する考え方と他の国の文化の違いを強く感じる出来事があったんです。ある日、イタリアから来られたお客様がランチタイムに来店されました。通常、私たちのお店では予約のお客様のために席をキープするのは15分までというルールがありました。でもそのお客様から事前に電話でどうしてもそのテーブルを取っておいてほしいと強くお願いされ、私は店長と相談して特別に午後1時まで席を確保することを約束しました。1時まで席を押さえておくのは混雑する時間帯にはかなり大変なことでした。でも、お客様に喜んでほしいという一心で、私は1時の少し前からその席の準備を整えて待っていました。ところが、1時になってもそのお客様は現れません。1時15分、1時20分、時計の針が進むたびに私は何かトラブルがあったのかな、道に迷ったのかなと心配になりました。日本人の感覚だと、約束の時間に遅れるときは、必ず理由があって連絡があるはずだからです。結局そのお客様がお店に来られたのは1時30分を過ぎた頃でした。私がお待ちしておりましたと声をかけると、その方はとても明るく、チャオと言って入ってこられました。驚いたのは30分遅れたことに対する謝罪が一言もなかったことです。その方にとっては旅行中の30分は誤差のようなものだったのかもしれません。でも私はその方を待つために他のお客様を断っていましたし、混雑するランチのピークの時間帯の席の回転も悪くなって、この時、ああ、時間を守るという感覚は、こんなにも国によって違うんだなぁと、文化の壁を肌で感じたんです。日本で30分遅刻するというのは、正直に言うとありえないレベルの大きな出来事です。もし日本人が友達との待ち合わせに30分遅れるとしたら、普通は何度も何度も謝ります。そして何より大切なのは、
事前に連絡することです。今、電車が止まっていて5分遅れます。あと10分で着きます。というように、1分でも遅れそうならメッセージを送ったり、電話を入れたりするのが、日本の社会人としての最低限のマナーなんです。相手の時間を奪ってしまうことに対してとても敏感なんです。なぜ日本人はこれほどまでに時間に厳しいのでしょう。私たちの子供時代にあります。日本の学校では小学生の頃から5分前行動という言葉を何度も教えられます。約束の時間の5分前には到着して準備を終えていなさいという教えです。面白いのがギリギリセーフはアウトという考え方です。約束の時間が10時だとしたら、10時ちょうどにドアを開けるのではなく、10時には席に座って資料を広げている状態が求められます。ですから、10時0分1秒に到着したとしたら、それはもう遅刻とみなされてしまうこともあるんだよね。この時間への厳しさは社会人になるとさらに強くなります。特に会議や採用面接において遅刻は致命的なマイナス評価になります。時間を守れない人は仕事も丁寧にできないだろうというレッテルを貼られてしまうからです。私の知人があるオンライン面接を担当していた時の話。面接の開始時間になっても相手が画面に現れませんでした。そのまま5分、10分と過ぎ、結局相手が接続してきたのは10分後でした。しかし私の知人はその場で面接を中止しますと伝えました。厳しいと思うかもしれませんが、日本では最初の挨拶である面接に10分も連絡なしに遅れることは信頼関係を築く意思がないと判断されてしまうんです。約束の時間までに準備を終えていること。これが日本でプロとして働くための第一条件なんですね。ここまで日本の厳しい時間文化についてお話ししてきましたが、リスナーの皆さんに伝えたいのは、この厳しさが意地悪などではなく、一つの思いやりとして捉えてみてほしいなと思います。時間を守ることは相手の人生の貴重な時間を大切にすることでもあります。もし遅れそうになったら、一言、すみません、10分遅れますと伝える。その小さな配慮があるだけで、あなたの評価と信頼がガクンと下がることを防ぐことができます。はい。ということで、今回は日本の時間を守る文化についてお話ししました。今日のポイントを振り返ってみましょう。電車が1分遅れても謝るほど日本は時間に敏感。30分の無断遅刻は日本の社会では信頼を失う大きな原因になる。5分前行動の精神で約束の時間には準備を終えておくのがベスト。皆さんの国では時間の考え方はどうですか？日本に来て驚いたエピソードなどあればぜひ教えてください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。